はい、どうもってるんです。本日なんですけども、春ですね。撮影時期的には4月のね、後半に差し掛かってるんですけども、もうだいぶ春の山菜とかね、春らしい食べ物がこう、市場にずらっと並ぶようになりまして、ワクワクしますね。で、山菜関連で言うと、まだね、今の時期、北海道の山菜はまだ出てきてないかなって感じでした。ただ、九州とか本州とか、ここら辺の山菜はもう最盛期を迎えているのかなっていう時期だったりもするので、はい、この時期といえば、天ぷら。今回初めてね取り扱う食材なんかもちらほらございますので、どうぞお楽しみに。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、毎年恒例春の天ぷらで、早速今回の春の山菜だったりをバッと並べたいんですけども、それはまた後ほど。その前にちょっと手間のかかるものがいくつかあるので、そちらを先に下ごしらえを終えてからスタートラインに立ちましょうかね。ではまずエントリーナンバー1、春といえばこれ。でも僕のチャンネルで意外と出てくるの初めて。はい、せーの、ベイビーバンブー、タケノコですね。で、以前の豚バラ大根の時のコメント欄でね、今年タケノコがすごく豊作で当たり年ってコメントを拝見して、実際市場に行ってみたら4月の20日ぐらいですよ。4月後半に差し掛かってタケノコがめっちゃ並んでて、なんだったらこれ1個98円でしたからね。そのぐらい今年すごくタケノコが取れてたみたいです。で、そんな春を告げるタケノコなんですけども、ちょっともう今年はね厳しいですけど、大体ね2月とかまだちょっと寒いな、肌寒いなっていう頃ぐらいから日本のタケノコというよりも中国のタケノコ、そっちがね確かね先に入ってくるんですよ。結構早いタイミングで。で、だんだん春めいてきたねってなると日本のタケノコが出回るみたいな感じだったと思います。だから来年の1月とか2月とかそのぐらいからタケノコまた出てきますんでね、もしお見かけした際はぜひ。で、タケノコの下処理としてもう有名なのがアク抜き。僕の座学の知識だとタケノコ、この根っこの方、根元の方、こっちがアクが少なくてでも食感はパッキパキで、逆にこの穂先の方、こっちの方がアクは強いけど柔らかいみたいな感じだったと思います。で、このアク抜きといえば、タケノコといえばこれですよね。はい、ぬか。僕みたいな田舎民やみんな知っているコイン精米機のね裏に行けばこれ無限に取れたりしますけど、お米を精米した時の柄、このぬかと一緒に炊くっていうのがねやっぱタケノコのアク抜きの代表的なやり方なんですけど、っていうかクラシックなやり方なんですけど、なんで米ぬか加えるかっていうと、このタケノコが持っているアクって水溶性で湯がくと水に出るんですよね。出たこのアクをもう一度タケノコが吸わないようにこの米ぬかに吸わせようっていう、確かそういった役割だったと思います。だからスーパーで買っても八百屋さんで買ってもこの米ぬかってね一緒についてくるんですけど、ただねこれ一緒に湯がくとこれそのまま排水口にバサーって捨てるわけにもいかないし、排水管にねダメージがあるんで、だから一度こうザルでこしてこれをまた別に捨てるみたいなね、ちょっとめんどくさいので、正直この米ぬかの役割を考えれば小さめのお鍋にこれギッチギチに詰めるんだったらちょっとね米ぬかにアクを吸ってほしいなって気持ちはあるかもしれないですけど、大きいお鍋でたっぷりのお水でねお湯で湯かけはまあ大丈夫かなってちょっと思う派です。てか僕はいつも米ぬか使わないです。よりクラシックなやり方をされる際はね米ぬか使ってくださいね。あとこの米ぬかと一緒にこの鷹の爪とかね、この2本くらいポンポンと一緒に入れて湯がく、これがクラシックなやり方です。今回僕はそんなクラシックじゃなくてもうちょっとカジュアルに参ろうかなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ではこちらのバンブーベイビーたち、こっちの根っこの切り口がね変色で気になる方はスコンと落としてくださいね。で、こちら皮をね一回全部バーッとめくって、でアクが出やすい感じにして、でなおかつ鍋に収まりがいいようにして煮ていくっていう方法もあるんですけど、やっぱクラシックなやり方はタケノコの先端部分をバスンと落とすんじゃなくて、斜めに大体このぐらいからドスンと落として、どうしてもこれまっすぐドスンと落とすと可食部結構えぐっちゃうので斜めにカットして、でここにはいちょっと切り込み、当然中心まではいかずちょっと切り込み、これでアクが抜けやすくなるのでこの段階まで終わらせる感じで、より短時間で済ませるならさっきも言った通りこの皮をねめくって、皮はこう向くんじゃなくて横向きにめくるといいですよ。はい、可愛くなりました。
さらに半分に割ってこうやってね湯がいちゃえばすぐアク抜き終わりますよってやり方ですね。で穂先の確かここの外側のこれ確か姫皮ってやつですよね、確かね。ここはここでね美味しいですけど、だからはい、根元、穂先、姫皮、ちょっとかじってみたかったの僕生で。毒ないよね。これ毒だわ。この生のタケノコシアン配糖体っていうのを持ってて、これを一気にガーッと大量摂取すると頭痛だったりめまいだったりそういった中毒症状を起こすみたいです。で農家さんが取れたて3時間以内のなんかすっごく新鮮なやつ、それはお刺身で食べることもあるけどおすすめはできないというか危ないよみたいなこと書いてありますね。だから飲み込まないという前提でいただきます。なんだろう、なんかタケノコって結構コリッコリッとした食感ありますけど、生のタケノコってなんかホロホロホロってなんかボロボロっていうか、なんか食感が全然違う。おもろで、アクっぽい口のイガイガとかも全然ないですね。次穂先。確かに言われてみればこっちの穂先の方がちょっとイガッとする感じがちょっと強いような気はしますけど、そんなに変わらない。次姫皮。でもここが一番あれだね、喉がイガイガしますね。で香りも一番青臭い。喉痛い。生でかじって初めて分かることがありますね。皆さんは絶対飲み込まないようにね。僕も飲み込んでないので。でここからこちらのタケノコをたっぷりのお湯で湯がいてまいりますので、こういう時に便利なのが一家に一台ズン。じゃあ寸胴にタケノコ加えまして、はい、たっぷりのお水。じゃあ火にかけて、じゃあ沸騰するまで強火で沸いてきたら落とし蓋でこれを落として、でもどんだけ効果あるかわからんけど、このちっこいのもいってらっしゃい。蓋をね閉めちゃうと魚の鬼付けとかと一緒で、この中で臭みとかねアクが中でこう戻っちゃうので、必ず開けて沸騰してから弱火に落として、ちっちゃいものは30分、大きいものは1時間。今回の結構立派なので1時間でいいかなと思います。それではまた1時間後に。はい、これで1時間経過。じゃあもう一度こちら火は止めて、今この中身的には結構黒々とアクが抜けてるんですけど、クラシックなやり方としてはもうこのまんまこの茹で汁の中で冷めるまで 7,8 時間放置。ただどうしてもこのね黒いアクの出た煮汁がちょっと気になるわって方は大きめのボウルに水を張ってその中にねさらしてもらってもいいかなと思います。僕はもうこのまま放置します。では人肌まで冷めましたので、一度こちらをすすぎ洗い。じゃあさっき湯がく前に1本スパッと入れたこの切り込み、ここから剥けやすくなっているので、はい、剥いていくだけですね。でこちらの皮まだ食べれるとこいっぱいあるのでまだ捨てないでくださいね。こういうところとかもね、どのくらいかな、このくらいまでちょっと剥いて、そしたらこちらのタケノコ正直ね剥こうと思えば無限に剥けるんですけど、もうちょっと剥こうかな。で先端のちょっと硬いところ、ここだけ落としいの。美味しい。でこの辺のなんかちょっと微妙なビラビラあるじゃないですか。別にこのまんまでもいいんですけど、お箸なんかを使ってこの穂先の方から根元に向かってこうやってこすってあげると取れるので、なおかつここ普通に美味しくいただけるので、ここも残しておきましょう。でこの根元のちょっとイボイボの色の強いなんていうの硬そうなところ、ここちょっとそいで、あとはこうやってお水を張って冷蔵庫に入れておけば4、5日というか1週間くらい、そのくらいはね全然持つので、この状態までしてご近所さんとかに持っていくと結構喜ばれますよ。一旦この子はバイバイ。そしたら続いてこちらの今剥いた皮、こちら内側見てもらったら分かると思うんですけど、明らかに美味しそうなところあるじゃないですか。こ
ここがさっきちらっと出てきた姫皮って言われるやつなんですけど、ここも食べたいということで、これをそうね3分の1分割ぐらいにして、でこれをクッとね切りやすい感じでこう押し付けていただいて、で包丁を奥までグッとやると外側のこの硬いとこまでね切っちゃうので、最後までグッと押すんじゃなくて、お豆腐を切るようにトンとある程度の力でやってもらうと、こういった感じでね美味しいとこだけ剥げるので、これをちょっともらっていきましょう。一応イメージ的にはちょっとなんていうの、茶色くなってきてるところはだいたい硬いので、ここの黄色い美味しいとこ、この辺ぐらいまでかなって感じですよね。じゃあ最後トン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 ピーってやってるうちにたけのこの表面の細かい毛がね確実に入るので、ちょっと一度こちらをすすいで、こちらはもうそれこそたけのこご飯で一緒に炊き込んでもらったりとか、あとなんだろう、お醤油バッとかけて一回この水気ジャーっと流して醤油洗い済ませて、改めてお醤油お砂糖おかかとかでねおかかえにしてもらったりとか、もう何でもござれっていう感じだと思います。これは僕の明日のランチにしようかな。はい、じゃあ続きまして、本当はあともう1種類ちょっとお時間のかかるものがあるので、そちらをね先にやろうと思ったんですけど、ちょっともうめんどくさいなと思ったので、一旦今日の食材をブラッと並べようと思います。はい、せーの。今君に恋をする。はい、新緑まぶしい春野菜たち。本当はですね、雪の下っていう本当ね雪の宿みたいなね綺麗なこう白模様があってすごく美味しい野草があるんです。それがね今回手に入ったんですよ今年。ただねうちの野菜室のこの1個下がね冷凍庫になってて、新しい冷蔵庫、多分その冷凍庫からの冷気がこの野菜室の下に当たるんでしょうね。だから一番下に入れてた雪の下が凍っちゃって、もうぐじゅぐじゅになっちゃって、今回残念ながらね雪の下はちょっとお見送りになりました。そういった苦難を乗り越えた子たちがここに今いるんですけども、今回のラインナップというかイカれたメンバーを紹介するぜ。まずはこちらからタラの芽こし油、もう山菜といえばもうマリオとルイージみたいな。でこちらはタラの芽で間違いなくて、ここもこし油で間違いなくて、これタラの芽だっけこし油だっけって今なってます。なんかねこの葉っぱの感じとかはこし油っぽいんですけど、こし油ってここの茎というかなんていうの、ひょろって伸びた部分茶色いイメージなんですよね。こんな感じで、これが僕の思うこし油なんですけど、これタラの芽なんだろうか。いやでもこし油っぽいよなーって今なってます。で今回のタラの芽は野生の自然のものを買ってきました。いつものパックに入っているなんていうの、管理された場所じゃなくて野生のやつ。多分このこし油は管理されたやつでしょうね。綺麗な揃ってるもんで、続いてこちらのメンバー、こちらから元足、こごみ、ネギ坊主、うどの新芽。今年初めましてなのがこちらの元足。元っていうのが漢字的にあれですよね、ガンモドキとかの由来になっている元っていうちっちゃい鳥ね、多分あれのことやと思うんですけど、あれの足と書いて元足。パッと見もうほぼこれじゃないです。こごみとよく似てるなと思って一緒に買ってきたんですけど、なんかね聞いた話によると八百屋さん曰く火が通るとちょっとぬるっとするんですって。それが美味しいらしい。で僕も初めましてのネギ坊主、地元のスーパーで天ぷらにっていうポップがあったんで買ってきました。後で食べ方調べます。多分これが大きくなったら玉ねぎとかになるんですかね、よくわかりません。で今回バリテンション上がったのがこれ、うどの新芽。これが大きくなるとこうなりますよってことですよね。だってうどなんてこの穂先のここがいっちゃん美味しいんですから、もうほぼここみたいなもんじゃないですか。新芽って絶対美味しいでしょ。で最後アスパラガス、紫アスパラガス、アスパラソバージュ。ここはもう皆さんおなじみのやつとして、こっちのアスパラソバージュ、これね高かったです。これだけの量で6000円7000円しました。でアスパラっていう名前ついてますけども、見た目つくしですよね。日本のお野菜というよりかは西洋のお野菜で、つくしの仲間って八百屋さんは言ってました。でこちらヨーロッパとかね西洋からの取り寄せじゃなくて、日本でね栽培されて収穫されたやつです。でもこれで7000円かって感じですよね。高級野菜だ。でこちら聞いてみたんですけど、この茎の硬さとかアクとかどうやって食べたらいいですかって
聞いたら、今の時代ね、スマホでなんぼで出てくるから調べてくれって言われたから、じゃあ缶で調理しようってことで、今日はこれはもうこのままあげようかなと思ってます。今日はそんな感じです。で、今回の山菜たち、山菜とかって結構アクが多いことが多いので、あんまり今のタイミングでもう処理を完璧にしちゃうと、どんどん酸化して表面がね、劣化してきちゃうので、もうある程度のところで止めて、あとはもう調理前にささっと包丁で仕事をするって感じにしようかなと思ってます。で、この後はちょっと時間をかけようと思っているこのアスパラ、こちらの処理に参ります。じゃあ今回のアスパラ、僕とこのアスパラガス戦争にね終止符を打ちたいんです。っていうのが、このアスパラの根元、ここ僕ねもう何連敗してるだろう。どうにかしてここ食べたいなと思いながら一度もね美味しく仕上がったことなくて、焼いたり揚げたりやってみてもやっぱ硬いんですよね。なので今回ちょっと違う方法でいこうと思います。で、まず根元ちょっと色変わってるとこだけ落として、でこの節のとこで包丁で落としてもいいんですけど、こういうのはねポキッと折ってやるとね、勝手に硬いとこで折れるので、じゃあやんなくてもいいですけど、一応ちょっとね見栄え的に揃えようかな。で、天ぷらにするこっちの本体の方を、袴が気になる方はね取ってくださいね。あとはなんかピーラーとかでも、僕はあんまり気にならないのでもうそのまんま使いますけども。で、今回のこのアスパラの根元、ここを使って何を作りたいかというと、寄せ豆腐です。日本ではねいろんな寄せ豆腐がありまして、かき豆腐だの、ウニ豆腐だの、白子豆腐だの、それこそ春の山菜を使ったねなんかお野菜の豆腐なんかもあったりしますけど、それを今回このアスパラの根元を使おうかなと。で、今回この寄せ豆腐にする中で、こちら一度湯がいてフードプロセッサーもしくはジューサーでぐるんぐるん回して、で一度こちら裏ごすので、その裏ごす際にこの硬い繊維もね取り除いちゃおうっていう、そういう算段です。で、これが美味しければこのアスパラの紫の方、ここも僕の明日のお昼ご飯に使います。で、根元だけだとちょっと少ないなと思ったんで、ちょっとこちら2本くらいアスパラも加えます。で、この寄せ豆腐を作るとき、和食では結構いろんな方法があって、多分一番簡単なのは寒天というか板ゼラチンを使うパターン、本当ゼリーとかを作るように作るパターンが一番簡単かなと思います。で、それから茶碗蒸しを作るように卵を使うパターンと、あとはねこういったくず粉とかわらび餅粉とか、そういったでんぷんを多く含んだお粉を加えて、こうわらび餅を作るようにこう火にかけて練り上げて作るパターン、結構いろんなパターンがあるんですけど、もうどういった食感を目指すかで切り替えたらいいのかなって思ってて、ゼリーのようなね煮こごりのような感じにしたければ板ゼラチンでしょうし、茶碗蒸しみたいにポワンポワンに仕上げたければ卵でしょうし、もっとごま豆腐みたいなもっちり仕上げたいんだったらくず粉とかわらび餅粉とか、そういった感じでしょうし、今回は僕茶碗蒸しパターン、卵地を使って固めていくパターンでいこうと思います。じゃあお湯にお塩、沸いてきたところにアスパラで、再沸騰したら弱火に落として、どんぐらいだろう、 2,3 分ちょっと湯がいて、湯がき終わったらおか揚げ。それで本日のアスパラ豆腐に使っていく調味料がこちら。こちらから溶き卵、合わせだし、アスパラ、薄口醤油、きび砂糖で、今回の分量がこちらから 400g、400g、200g 適量適量で、こういった寄せ豆腐の時はこの溶き卵と合わせだし、こちらをだいたい重量で1対1で合わせてもらったら、まあ間違いはないのかなって思ってます。で、大体はこの合わせたものに薄口醤油でねちょっと美味しく感じるくらいの塩分を整える感じなんですけど、言うても今回アスパラの根元なので、こういったね穂先と比べて甘みが少ないかなと思うので、甘みが少なければこのきび砂糖でねちょっと甘みを出そうかなと思ってます。ならばじゃあアスパラの根元で、このままでは到底回らないので、今回の卵地を少しで、あとはこちらの残った卵地、こっちにも辛さとか、あと血だまりとか白身の大きな塊とかあったりするので、こちらも一緒に裏ごし。じゃあ
滑らかになりましたので薄口醤油、やっぱアスパラの甘みがちょっと少ないかな。お砂糖、結局薄口どんぐらいだろう、 20cc から 30cc くらい加えたかな。でお砂糖も大さじ2くらい加えたかなと思います。もう本当ここはもうお好みでバッチリで、これから蒸し上げていくんですけど、結構わらび餅を使ったやつとか、あとゼラチンとかを使った寄せ豆腐って、これではないですけど流し方って言われるこういうね、和食でよく使うやつがあるんですけど、そこに流し入れて、で綺麗な長方形型で作って、で包丁でね綺麗な四角形に切っていって盛り付けるって感じだと思うんですけど、今日ちょっとね茶碗蒸しっぽくいただきたいので、本日はこういった型に流そうかなと思います。型というか器ですよね。このレードル1杯が 100cc なので 200cc ずつ。そしたら蒸してまいりましょうか。今回の豆腐で蓋して温度を上げるためにちょっと強火、湯気が出てきたら弱火で、普通の茶碗蒸しのサイズだとだいたい10分ぐらい、10分から12分ぐらいなんですけど、今回ちょっと大きいので15分で。はい、では15分経過。ちょっと1個見てみましょうかね。まだまだだね。じゃあさらに7分追加。よし、はい、さらにもう7分。ゆるいな。卵少なかったかな。あともうちょっと蒸していきましょう。でもこっちの器は大丈夫そう。でも中がもうちょっと火が通ってもいいかなぐらいなので、こっちはあと2分。なんか漆っぽいあっちの方はさらに7分。よろしいのではないでしょうか。そしたら今回の、これは良さになるのかな、もう茶碗蒸しでいいのかな。もう今回の茶碗蒸し、こちらそのままでもちょっと薄味に仕上げてるんで美味しいんですけど、どうせなら春なので、こちらのかわいいハマグリさん、こちらのお出汁をくずでとろみをつけて吉野仕立てにしてかけようかなと思います。でこちら一度もう表面はきれいにたわしてこすってあるので、もうお鍋に加えて、今回濃いめのお出汁が欲しいので、これで 400cc ぐらい。ごめんね、そういうね、苦しいよね。ちょっとすぐ楽にしてあげましょうかね。で差し込む1枚落として火にかけて蓋。じゃあもう沸いてきましたので、開いたものから順次。そしたらもう昆布も取り出して、こちらリードペーパーでこして、もうマジで目分量ですけど、とりあえず薄口醤油で三河みりん、火にかけて、濃い。めちゃくちゃハマグリ、これは贅沢だ。あとはお塩と香り付けのお酒、特にこのお酒が大事。ハマグリのお出汁でも牛尾汁でも。味がバシッと決まったら、ここに吉野くず。でくずにもしっかりと火が通ったら、今のハマグリあんのちょっと粗熱を取っているうちに、この食用菊、ちょっと花弁をいただきまして、なんか最近ねちょっと話題になってますけどね、この食用菊、この綺麗な花弁を今回のハマグリあんに入れて、はい、ハマグリあん完成。あとはこちらを注いで、仕上げに三つ葉の茎。これでアスパラ茶碗蒸しハマグリ仕立ての出来上がり。じゃあ今回のこちらのハマグリの身、こちらももったいないので、せっかくなので、このタイプの2枚貝はこことここの2箇所にね、貝柱があるので、1箇所2箇所って切ってあげるとポロンと取れるので気持ちいいですよ。でこちらはかき揚げにしていただくなり、今日どうしようかな、これ天ぷらにしちゃおうかな。今回の天ぷらネタの中の唯一の動物性タンパクですね。攻めてますね。エビも用意してないもんね。
それではここからはその他もろもろ一気に下ごしらえと参ります。まずはこの超高級食材7000人分のアスパラソバージュ、これはそのままいけるのか。生のオクラをかじった時みたいなぬめりと、あと青臭さ、ほんとオクラそっくり。つぼみ、でもつぼみはアスパラっぽいかも。面白。オクラアスパラみたいな感じで、今回多分これをそのまんま揚げると鍋がまあまあ手狭に感じると思うので、今回はこちらを半分にカットして、でこのしけった海苔で巻こうと思います。続いてタラの芽、この硬い木との接着のところ、ここ落としので、ここの袴取りの、より丁寧に作るならここの硬い場所、ここを包丁でそぎ落としの。はい、こんな感じで、もしめんどくさければもう普通にストンと落として袴取って、もうこの状態でも全然いいかなって思う派です。人様にね出すなら多分僕外すかな。でちなみに今回のこちら自生してるやつをもいでもらったやつなんですけども、これつるんとしてるじゃないですか。これつるんとしてる方がメスらしくて、オスの方はもっとなんかこうトゲ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 なんかトゲがついてるんですって。でトゲ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 がついているオスの方がちょっと苦いらしい。僕は食べたことないのでちょっと何とも言えないんですけども。はい、次。はい、続いてこし油で、ちょっと調べてみたんですけど、こっちの赤い方と緑の方、これ同じこし油でオスとメスの違いらしいです。でこっちの赤っぽい方がオスで、緑の方がメスらしいです。で赤のオスよりもメスの方が苦味が少ないって書いてありました。これはもうぜひ食べ比べしたいですね。でこちらもやることはタラの芽と同じですね。根元の硬いとこ落としの、で袴取りの。でこの辺なんかはちょっと根元が太いので、はい、ちょっと切り込み。こっちのオスも一緒っていうか、確か去年だったかな、こし油とかタラの芽のこの袴の部分、ここも確か僕バター炒めで食べれるって言ってた気がするので、多分ねこれ取らなくても多分大丈夫なような気はするんですけどね。でも一応見栄え的に取っときましょうか。よし、はい、次。で続いて岩足、なんか聞いた感じもうこのまんま使えるよ、揚げ物に使えるよっておっしゃってたんで、八百屋さんは。なのでこの色が変わってるちょっと根元のところ、ここだけ落として OK。 これアクも結構少ないらしいので、ちょっと細いやつ、これちょっと生で食べていいか分かんないのでちょっとかじるだけ。このジャッキジャキな食感はまさしくこれこごみと同じようなジャッキジャキ食感で、この中果肉、ここがヌルヌルする。モロヘイヤとかそれこそオクラみたいな、そういうぬめりがありますね。で口の中イガイガしたりとか、そういったアクっぽいものは全然ないです。これ味はって言われたらこごみ、通年野菜コーナーにあるお野菜でこの味はないかなっていう味わいですね。で今回僕天ぷらにしますけど、これおひたしとかでも美味しいらしくて、もうかじった感じ、これは確かにおひたし美味しいわって味わいですね。これじゃあ今ちょっと話に出たこごみ、ちょっと色が変わってるとこだけ落としの。で絶対ここまでじゃなくていいんでしょうけど、こごみそのまんま揚げると、ここのぐるぐるのところのこのふさふさ、ここにね結構天ぷら粉がびっちりつくので、これも分厚くなるんですよね。なのでちょっとここ外そう。ちょっと脂っこく仕上がらないように、ここだけちょっと今日は外そうかなと思います。多分ここまでする必要はないです。で続いてネギ坊主、これも調べてみたらあれらしいですね。これネギのお花みたいですね。これだからこの中につぼみがあるらしいです。1個割ってみましょう。ほらこんな感じ。生でもいけるんだろうか。
ネギだ。玉ねぎ系というよりもあっち青ネギ、ボリッとかじった時の味がします。ちょっと苦みがあって、で僕がネットで拝見したのは、これ今1枚ね皮に包まれてますけど、もうこの皮が割れて花が咲いてて、でそれ摘み取って天ぷら衣につけてシャー、そういった感じの天ぷらやったんですけど、今回こちら皮かぶってるので、これはこれでまたちょっと可愛いので、とはいえこれでバンとなられても困るっちゃ困るんですよね。なので一応爆発しないように、一応空気の逃げ道っていう意味でちょっとここ開いときます。てか切り落としときます。これであとは揚げるだけで、それからうどはこのまんまで OK の節で分けるとこまでやって、でこれ以上多分皮とか剥いちゃうと多分黒くなるので、とりあえず一旦ここまででね、もうこの穂先なんかをあと半分にスパーンと割ればね、もう食べられますしね。で超楽しみなこのうどの新芽、これはそのままいけるのか。これそのまんまいける。でもちょっとえぐいかも。さすがうど、やっぱアクはありますね。じゃあ袴だけきれいにして、でこのアクで変色している根元だけちょっと落とそうかな。よっしゃ、はい次。すみません、せっかく買ったのにこれ忘れてました。本当は伸びる、それを食べたかったんですけど、伸びるがなかったので、代わりに赤らっきょうと白らっきょうを買ってきました。で両方とももう水洗いは済ませてあるので、今回天ぷらなので、ここの先端の方、ここは別におひたしとかで使うとして、本日はこちらの球根部分、こちらをいただいてまいりましょう。ちょっと根元の硬いとこだけ落として、ちょっと伸びると同じようにちょっと大きいやつだけ切り込み、本日はこれで参ろうかなと思います。でちょっと明らかに硬そうな皮だけを剥ごうかな。よっしゃ、はい次。ではラスト、たけのこ。こう穂先から触っていくと、この辺から硬くなるなっていう、その上で一旦落としのこの穂先にかけてを、この柔らかいこちらは4等分に、で歯ごたえしっかりのこちらをこういったスライスで、これです。天ぷらの種はこれにて終了。じゃあラスト、春の山菜といえばの抹茶塩、美味しい美味しいもじ塩、これをベースにちょっとお抹茶で、味の素的な感覚で昆布茶、これをゴリゴリ合わせれば、抹茶塩完成で、一応普通のもじ塩もご用意。それではレッツ盛り付け。これで春の山菜の天ぷら2026の出来上がりです。ではレッツディープフライ。じゃあ揚げてまいりましょう。今油の温度は170度、お野菜を揚げるなら170度、魚介、お肉、そういったタンパク質を揚げるなら180度、穴子だったら190から200度で、今回の天ぷら衣もいつもと同じくコツのいらない天ぷら粉で、天ぷら薄衣って言ってね、これを結構濃度薄くさらっとした衣で、本当に薄い衣で揚げるお店もあったりしますけど、僕この間ね、めちゃくちゃいいお値段のする薄衣のお店食べに行ってきたんですけど、僕やっぱね、ちょっと衣厚い方が好き
でした。せっかくのね贅沢で天ぷらを食べに行くんならこうやっぱね食べ応えのある天ぷらが僕は好きだなってなりました。だから僕の好みはこのくらい。じゃあまずは一番最初に用意したこのたけのことちょっと鮮度落ちが怖いこのハマグリ。カリッカリにするコツは油で振って投げる。でもたけのこはもう一度湯がいてやって火は通ってるので衣がサクッとなれば OK。 でハマグリは絶対打ち粉をした方がいいですけどちょっと面倒くさいので打ち粉なしでダイレクト。はい、揚げ終わりということでいただきます。体が冷える。やっぱ春先とはいえ暑いっすね。キッチンね汗べちゃべちゃだ。あとははいお塩でまずたけのこの穂先からお塩をちょっとつけてもう抜群にうまい。当然たけのこの水煮もねめちゃくちゃ美味しいですけど自分で買ってきたたけのこをアク抜きして天ぷらってやるとたけのこの香りが強い春って感じで、たけのこがあるとしてこの真ん中のところねちょうどここのところねここは柔らかくコリコリだしもうこの先端も先端もうなんならこれ姫皮のところなんてホロホロっとシャリシャリっと崩れるようなこの柔らかい食感とちょっとほろ苦さと抜群にうまいですわ。いやーたまりませんね。じゃあ続いてハマグリ。もう噛めば噛むほどこれ後半に取っとけばよかったな。めちゃくちゃ美味しいわ。ハマグリあん作る時に一回ねお鍋で煮て出汁はちょっと出てはいるんですけどそんなこと気づかないぐらい内側からほとばしる水分でもって比較的高温でねさっと揚げてるんで身が硬くなってないの。正直ね結構跳ねるので皆さんご自宅で揚げる際はね気をつけてねっていう感じですけどめちゃくちゃ美味しい。同時に副産物でハマグリの牛尾汁も作れますんでねご機会がありましたら。では続きましてたけのこの根元もうこんなん絶対美味しいもんね。はいお塩ちょっとつけて言わずもがなでうまい。もうちゃんと根元の香りがする。たけのこって穂先も真ん中も根元も全部香りも食感も違うしほんと食べてて飽きないですよね。素敵。はい、じゃあラストハマグリ。はい次じゃあ続きましてネギ坊主とアスパラソバージュ。これあれだ菜の花とかを揚げた時の香りだ。アスパラを揚げた時の香りとは全然違いますね。ではいネギ坊主でこのネギ坊主に関しては衣つるんつるん剥がれてくるんでこれ打ち粉必須ですね。で一応アスパラソバージュとの食べ比べ用に普通のアスパラもじゃあ早速アスパラソバージュ。今回ちょっと花を咲かせたのでもうカリッカリですね。で一緒にアスパラも添えてほろ苦さがなくなった菜の花ちょっ
とねこの茎の部分がちょっと筋が張ってて、ちょっとね歯に挟まるようなこう筋張ってるところがあるんですよ。そこがすごく菜の花っぽいんでね、なんかすごく特徴的な香りとか味があるかって言われたらない。すっごく素直。なんか見た目的につくしっぽいかなと思ったんですけど、つくしよりも僕は菜の花に近く感じるかな。つくしってもうちょっと癖ありますもんね。こっちは本当に癖がない。アスパラそば味をいただいた後にアスパラガスを食べると、アスパラってこんなに主張するんだなっていうぐらいものすごく自我がはっきりしてる。甘いね。そしてジューシー。天ぷらって蒸し料理ってのがよくわかりますよね。もうこの内側からほとばしる水分。じゃあね、ちょっとね欲張ってね3つぐらい束ねてね。歯の隙間全部そば味で、アスパラそば味をいただいた感想、癖は少なくて、でも筋は結構張ってて菜の花っぽくて、で菜の花とかと違ってねわっとならないので食べやすい。ただ今のあの量で6000円7000円でしょ、ちょっと高いかな。それだったら僕菜の花買うかも。っていうか普通にアスパラ買いたい。で続いてネギ坊主。てか多分アスパラそば味、僕みたいに天ぷらで揚げるというよりかは、それこそ鉄板焼きのコースとかでなんかちょっとしたグリル野菜とかそういった時にちょっとこう添えるような感じで皆さん使うのかな。なんかそういう雰囲気を感じました。あ、これ好きな人めっちゃ好きそう。やっぱ花の部分なんで結構ほろ苦いんですよ。ほろ苦いんだけど、やっぱ青ネギが持っているこのネギの清涼感、それがかぶさってくるんで、より清涼感があって食べやすくなったフキノトウ。ほんと気持ちがいい苦味。これは僕好きかも。次見かけたらまた買うと思います。でこの辺で一発目の箸休めというか味変。はい、わらびのおひたし。結構鷹の爪がピリッと効いて美味しい。よし、ではお次参りましょう。続いてらっきょう。らっきょうはちょっとじっくり揚げたいので160いかないくらい。でこちらはもうさっき一度揚げたので省略。アスパラ。んでこのアスパラを揚げると同時に、はい、アスパラ茶碗蒸し。あーうまいね。もうね、ハマグリのエキスが濃くて二日酔い一発で治りそう。んでもってハマグリ強いね。アスパラの香りが全然しない。で今回茶碗蒸しっていう感じでね、卵で寄せましたけど、個人的にはやっぱくず粉とかわらび餅粉とかでごま豆腐みたいにもっちり仕上げた方がこれは合うような気がしますね。もういかようにもアレンジできると思う。もう長年続いてきたアスパラの根元との戦争は勝ったかな。はい、じゃあ続きまして春の味覚らっきょう。まずこっちが普通の白らっきょう。あ、美味しい。160度のちょっと低温でじっくり揚げるともう甘い。でこっちがね赤らっきょう。味的にあんま変わんないかな。でもどうしても天ぷらってこう全部黄色とか白になっちゃう中で、この揚がってもなおこの赤というか紫が残るこの色合い、これすごく貴重だなって思います。
いやでもあれかも、食べ比べてみると白いらっきょうの方がちょっと甘いのかな。なんか白の方が甘さを感じるような気がします。現場からは以上です。よいしょ、はい次。じゃあもうこの辺から一気にバーッといきますね。まずはうどの穂先。うどは結構厚めに皮むいて、こっちはきんぴらとかに。ということで、うどの新名、元足こごみ。で、あと残ってるのが、こし油とタラの芽ですので、あと1回ですね、僕が揚げに行くのは。じゃあ僕がめっちゃ気になってるやつ。うどの新芽。初めて見た、こんなの。で、ここからは抹茶塩で、お塩ちょっとつけて。当たり前ですけど、うどだ。やっぱ春はうどだね。でね、これが今回一番太い新芽なんですよ、うど。これが全然筋とかね、気にならんかったらいいですよね。うわ、絶妙。気になる人は気になる。でも多分小さなお子さんとかは多分噛み切れないと思う。そのくらいの筋。だから大体親指サイズの太さくらいの新芽だったらちょっと筋が張るなぐらいで覚えていただければ。ちょっと食べ比べ。このうどのいかん食の中身、この白いところ、多分ここよりかはね、味というか香り強いんですよ。新芽の方が香り強い。ただうどの穂先、多分こっちの方が新芽よりも香り強いはず。やっぱ大きいうどの穂先の方が香りも強いし、なんというかうどらしい香りがする。だから立ち位置的にはこのうどの穂先あるじゃないですか。その1個下からニョコっと生えてるこのにょい、ここぐらいの立ち位置かなって感じしますね、新芽。いや、香りは似てるけど、こっちの匂いの方が結構筋張ってるな。いや、こうやって食べるとうどの新芽めっちゃうまいな。個人的なランキングで言うと、うどの穂先、新芽、匂い、中身、そのくらい美味しい。これ見かけたら即買いレベルでいいと思います。めっちゃうまい。はい、じゃあ続きまして、今回めっちゃ楽しみにしてたやつ。はじめまして、元足。揚げるとどうなるんでしょうね、これね。揚げると結構ぬめり和らぎますね。嘘ついた。これそういう野菜なんだ。このぐるぐるのあるこっちの上半分、ここそんなにぬめり強くないんですよ。ただこっちの根元側、ここすっごいぬるぬる。なるほどね、これそういう感じなのね。めっちゃうまい。ちょっと高いんです、元足。6、7本入って1200円ぐらいやったんですよ。今回僕こんだけぶっといの買ってるんでね。ちょっと割高ですけど、これ美味しいわ。このパックの横に、ほんとこのくらいのちっちゃな元足がこういっぱいギュッと詰まったパックも売ってたんです。だからそういったちっちゃいやつは多分おひたしとかにすればいっぱい作れるし、天ぷらにするんだったらこの大きいサイズめっちゃ好き。
ちょっともう何も言わずに食べちゃいましたけど、こごみ本日も異常なし。ちょっと岩足とこごみ似てるかなと思ったんですけど、やっぱ違いますね。岩足が持ってるこのぬるぬる感はこごみにはないし、味に関してはやっぱ高温の油でカリッと揚げちゃうので、そこまでお互いにこうね、味主張してるわけじゃないですけど、やっぱ大きく違うのは食感かな。じゃあ最後の揚げいってみよう。はい、これで最後、揚げ終わり。こちらがタラの芽、こちらがこし油ですね。で、こし油の緑のやつ、赤いやつ。こうやって食べ比べるのも初めてですね。で、まず普通のタラの芽。普通のタラの芽って意味がわからないんですけど、とりあえずタラの芽。あ、やば、超うまっ。やっぱ普通の市販の栽培されてるやつよりもやっぱサイズ感がでかいじゃないですか。でかいからこの根元のところのコリッコリ、これがねすごくね小気味良い。さすが天然で、普通のスーパーで購入できるタラの芽よりもなんか香りが濃いというよりかはもう香りの種類がなんかもう違うような気もする。なんかそれぐらい別物。やば、うまっ。で続いてこし油。僕ねこれ目隠しして食べたら多分分かんない。ちょっとこっちのこし油の方が繊維張ってるなって感じがするのと、タラの芽の方がもうちょっとこうコリッと感っていうかほっくり感っていうのか、そっちはあるのは分かるんですけど、でもなんかもう個体差っていうこの3文字で全部片付きそうなぐらいの誤差、これは分かんないな。で続いてこっちのお酢の方、これ絶対分かんないや僕これ。でもこっちの幹の細い方、青い香りというか山菜の香りはなんか強いような気がする。いやとはいえ個体差、それから成長度合いによるっていうね、それで片付いちゃうな。分かんないよ僕、全部一緒。腐した。いやー、うまかったね。今年もいろんな学びがありましたね。個人的にはウドの新芽うまっていうのと、あと天然物のタラの芽の破壊力やばっていう感じですね。とはいえね、こんだけいい感じだとやっぱ悔やまれますよね。雪の下食べたかったで、おそらくこの動画が上がるのはもう5月に入ってからだと思うので、もしかしたらねもう春の山菜とかがもう終わっちゃってるかもしれませんけど、もしね不意にパッと出会うことがありましたら、ご機会がありましたらぜひっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。